15世紀のヨーロッパの人々は万能薬を発見したと思い込んでいました。転換や出血、内身、吐き気、万病に効く治療薬です。この茶色い粉末は飲み物に混ぜたり香薬にしたりそのまま食べることもできました。マミアと呼ばれたこの薬はミイラ化した人体をすりつぶしたものでした。人食いを意味するカニバルの起源はコロンブスの時代に遡ります。ことによるとコロンブス自身が作った言葉かもしれません。グアドループ島に到着したコロンブスがスペインの女王に送った最初の報告には、原住民が親切で平和を好んでいるとあります。ただ彼はカリベと呼ばれた集団の噂についても触れていました。カリベは暴力的な襲撃を行い捕虜を料理して食べるというのです。この報告に対しイザベル女王は人肉を食べる人を捕らえ奴隷とすることを許可しました。コロンブスの求めていた黄金が島から産出できないと分かると、彼は略奪や誘拐に抵抗した人を全てカリベとみなし始めました。いつの間にかカリブ、カニベ、そしてカニバルとなりました。当初は入植者が用いた原住民を貶める言葉であったものが、以来人肉を食べる人全てに対し使われるようになったのです。この名称は根も葉もない噂から生まれたものでしたが、食人それ自体は実在のものではるかに複雑な歴史があり、さまざまな形をとってきたマミアのように体の一部とわからない形で食人がなされる時もあります。食人を行う理由も様々です。生存のために食人を行う例は文化や時代を超えて見られています。飢餓や包囲攻撃、不運な探検の中、死体を食べるか自ら餓死するか選択を迫られるような場合です。しかし日常的な場面での食人を良しとする文化もかなり多いのです。コロンブスのような誤った報告があるせいで食人という風習がどれだけ一般的だったか具体的に知ることはできませんが、それでも食人が文化の一部として認められていた例はいくつか見当たります。例えばコロンブスの時代のヨーロッパで行われた薬としての食人です。15世紀以来マミアの需要は増加しました。当初はエジプトから盗み出されたミイラが大流行のマミアの原料とされましたが、そのうちエジプトのミイラだけでは供給がままならないほど需要が増えると、商機を狙う人たちはヨーロッパの墓地から盗んだ死体をミイラ化するようになりました。マミアは何百年も使い続けられ、薬の百科事典であるメルクインデックスには20世紀に入った後も記されていました。そしてヨーロッパ中で使われていた人体由来の薬はすりつぶしたミイラに限られませんでした。液体状や粉末状の血液は転換の薬として用いられ、人間の肝臓や胆石、脳から抽出された油、そして粉末にした心臓は人気の高い調合薬でした。中国では社会的に認められた食人の記録は約2000年前に遡ります。特に頻繁に起こった食人はどうやら子を食べる行為、つまり成人した息子や娘が自らの肉を親に与える行為のことです。これは通常病気の親を治す最後の手段としての試みとされ、子が死ぬようなことはありませんでした。多くの場合太ももの肉が、そして時には指が捧げられました。食人を伴う葬式の習わしもまた文化的に認められた食人の一種です。その最も有名な例はおそらくニューギニアのボレ族でしょう。20世紀の中頃にはボレ族の人たちは自分の葬式に何をしてほしいかあらかじめ希望を述べていて、時には死んだら親族を集め自分の体を食べてほしいといった希望もありました。このような儀式は個人を尊重した一方で、クールー病という治療不能な病を共同体に広めてしまいました。でっち上げられた物語と証拠のある習慣の間にはまだ分かっていないことが依然としてたくさんあります。食人には単線的な歴史がありません。私たちが分かっているのは何千年もの間人々はお互いを食べ合ってきたこと、自らの身を捧げてきたこと、そして人を食べたと言って他人を責めてきたことです。これらの動画で学び続けてください。購読もお忘れなく。新しい学びのチャンスを逃さないように。